愛とは何か、どのように人を救う力となると考えますか？坂本龍馬は、人を愛することで人は救われるという名言を残しています。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、坂本龍馬の言霊を紹介していきます。坂本龍馬の人を愛することで人は救われるという言葉には、愛が人を救う力を持っているという意味が込められています。幕末から維新期の日本社会において、彼は愛と改革の理念を融合させることで新しい時代を築こうとしました。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まず坂本龍馬のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。以前、別の言霊を紹介する際、坂本龍馬の生い立ちについて教えてくれたことを、私なりにまとめてみました。坂本龍馬は1836年に土佐藩、現在の高知県で生まれました。家族は下級武士で、経済的に余裕がありませんでした。それでも、龍馬は明るく社交的な性格で、若い頃から人との交流を大切にしていました。当時、土佐は江戸時代の日本で辺境とされ、藩の制度や文化が閉鎖的でした。そんな環境で育った龍馬が幕末の中心で活躍できたのは、彼の広い視野と改革への強い意志があったからです。ここからさらに深めていきたいんですけど、例えば主要な活動と功績について教えてください。そこからもっと深い人柄が分かっていくんじゃないかって思います。ハミルさん、坂本龍馬の生い立ちについてよく簡潔にまとめたね。それでは早速、彼の主要な活動と功績について詳しく話していこう。彼の活動は日本の未来を見据えたものであり、その影響は現在も色濃く影響を受けているんだ。今回は4つだけピックアップしてお伝えするね。薩長同盟の成立。最も有名な功績の一つは、薩摩藩と長州藩の同盟を成立させたこと。幕末の日本では、多くの藩が幕府に対して反発していたけど、薩摩藩と長州藩は特に対立関係にあったんだ。龍馬はこの2つの強力な藩を仲介し、手を結ばせることに成功。この同盟は後に幕府を倒すための大きな力となったんだ。戦中八策。龍馬は戦中八策と呼ばれる日本の近代化のための具体的な政策案を提案。この8つの策には、憲法の制定、軍隊の設立、経済の発展、国際関係の確立などが含まれており、日本の未来を見据えた内容だった。これが後の明治維新の基盤となったんだ。亀山社中の設立。龍馬は日本初の株式会社とも言われる亀山社中を設立。これは海運業を通じて経済を発展させることを目的とした組織で、後に海援隊と改称された。この組織は幕末の混乱期において重要な役割を果たし、龍馬のリーダーシップと経済の発展に対するビジョンを示しているんだよ。大政奉還の進言。龍馬は徳川幕府に対して政権を天皇に返上すること、いわゆる大政奉還を進言。これにより武力衝突を避け、平和的な政権移行を実現する道を開いた。この提案が受け入れられたことで、日本は内戦を避け、新しい時代へと移行することができたんだよ。これらの龍馬の功績は、彼の広い視野と大胆な行動力があってこそ成し遂げられたものだね。教科書で習ったことばかりだけど、こうして改めて聞くと、日本の歴史にどれだけ重要だったかを知れました。次に、坂本龍馬の周囲、人間関係なども知りたいです。特に、影響を受けた人物なんていたのかなってところは気になっています。とてもいいところに目をつけたね。龍馬の交友関係を知ることは、彼を深く知る上でとても大切なんだ。5人に絞って伝えていくね。勝海舟。龍馬が最も影響を受けた人物の一人。勝海舟は幕府の役人であり、
解明的な考えを持ち、国際的な視野を持っていた人物なんだ。龍馬は勝海舟の下で海軍の知識を学び、彼の思想やビジョンに大きな影響を受けた。この出会いが龍馬の視野を広げ、日本を変革するという強い意志をさらに固めていったんだ。西郷隆盛、薩摩藩の指導者。龍馬は西郷と共に薩長同盟を成立させるために奔走し、二人は討幕という目標を掲げ、信頼し合っていた。西郷の強いリーダーシップと龍馬の仲介力が結びつくことで、日本の未来が開かれていったと言っても過言じゃないね。桂小五郎、木戸孝允、長州藩の指導者で龍馬の重要な盟友。桂もまた薩長同盟を成立させるために協力し、幕府打倒のための戦略を練った。桂の政治的な知識と龍馬の行動力が相まって、幕末の変革が進展したんだ。中岡慎太郎、龍馬と同じく土佐藩出身の志士であり、共に日本の変革に尽力した。中岡は龍馬と共に亀山社中を設立し、共に活動を行う中で深い友情と信頼関係を築いた。中岡との絆が龍馬の活動を支える大きな力となったんだ。お龍、龍馬の妻であるお龍もまた重要な存在。お龍は龍馬の活動を支え、彼の志を理解し、共に歩んだ伴侶。龍馬にとっては大きな精神的な支えとなっていたはずだよ。龍馬の広い視野や改革への強い意志は、彼らとの交流を通じてさらに深まったと言えるだろうね。こんなにたくさんの人と信頼関係を築けるのって本当にすごい。とても魅力的な人物だったことがわかりますね。きっとこうした深い絆の中から人を愛することで人は救われるという言霊が生まれる種が育っていったのかなって想像できました。いよいよ言霊の背景についていろいろ教えてほしいです。了解。それでは言霊の背景について深掘りしていこう。坂本龍馬が人を愛することで人は救われるといった具体的な場面は記録に残っていないけど、彼の生き方や行動を通じて伝えられているんだ。龍馬は争っている人たちを仲直りさせたり、お互いに助け合うことが大事だと考えていた。例えば薩摩藩と長州藩が仲直りして力を合わせた薩長同盟の時も、龍馬が人と人をつなげる役割を果たしたよね。龍馬が活躍した時代は日本が大きく変わろうとしている時期。黒船の来航や幕府の力が弱くなっていたりしたから、意見の違いや争いも多かった。龍馬はそんな中で人々が争うのではなく、協力することが大事だという信念を持っていたんだ。お互いに助け合うことでみんなが幸せになれると信じていたんだね。龍馬は平等と人権の尊重を重要視していたよ。これは龍馬自身が下級武士の家に生まれて苦労した経験から来ているんだろうね。他にも争っている人たちが協力と和解することの大切さを説いた。薩長同盟はその代表例だけど、人と人をつなぐ才能があったんだろうね。さらに日本中が力を合わせて開国と近代化が必要だと考えていた。これらの考え方が龍馬の言葉や行動に現れています。人を愛することで人は救われるという言霊は、彼の思想と信念を表しているものと言っていいだろうね。改めて素敵な言霊だなって感じました。人を愛することで自分が救われることになる。具体的に坂本龍馬はどんなことを救われたと感じた経験があったんでしょうか。龍馬は日本を変えたいと考えていたよね。その方法としては、争うのではなく協力をもとに進めていきたいという考え方の人だったね。例えば薩長同盟を成立させたいと考え、愛を持って行動したことで対立する者同士が協力し合うことで大きな成果を上げられることを証明できた。同時に龍馬の人を愛することで人は救われるという考えを強く後押ししていったと考えることができるんじゃないかな。同様に大政奉還の進言により、日本は内戦を避け平和的に政権移行を実現することができたから、人々が協力し合うことの重要性を示すことができたよね。龍馬の信念である愛を持ってチャレンジしたことで目標が一つずつ達成できていることがわかる。こうした出来事は
龍馬自身が愛を深め、次のチャレンジへのパワーにつながっていったことは間違いないんじゃないかな。そっか。龍馬はたくさんの夢を叶えてきた人だから、一つ達成するたびに、救われたと感じて、強くなっていったってイメージできました。でも、私のような何かを成し遂げる力がない人は、どうやったら救われることにつながっていくのかな？そうだね。龍馬の成し遂げたことは大きな才能に感じてしまうかもしれない。だから、龍馬を一人の人間として見た時の話もしてみよう。龍馬は幼少期に経済的に苦しい家庭環境で育ったんだけど、家族や友人の愛情を受けて育ったんだ。特に姉の乙女との絆は深く、彼女から多くの支えを受けていたんだ。この愛情が龍馬にとって大きな精神的な支えとなり、彼の成長につながったと考えられるよね。また、中岡慎太郎は龍馬の同志であり、彼らは共に幕末の動乱期に活動したよね。中岡との深い友情は、龍馬にとって大きな励ましと支えとなっていたはずだよ。彼らが互いに助け合い、励まし合うことで、困難な時期を乗り越えることができたんだ。そして、勝海舟との出会いと学びは、龍馬にとってターニングポイントになっているはずだよ。勝海舟の解明的な考え方や国際的な視野は、龍馬の思想を深め、彼の行動に影響を与えたはずだ。師匠から受けた愛と指導が、龍馬の成長のスピードを上げていることは間違いない。忘れてはならないのは、妻であるお龍との関係。二人は、京都にいる時に伏見の寺田屋で襲撃を受けた後、鹿児島へ逃れたんだ。その際、西郷隆盛の勧めで、霧島温泉に療養に行ったそうだよ。この温泉旅行は、日本初の新婚旅行とも言われているんだ。温泉でのんびり過ごし、心と体を癒したと言われている。緊迫した状況でも、愛がひとときの安らぎをくれるエピソードだね。もう一つ。龍馬が負傷した際や病気になった時には、お龍が看病し、彼を支えた。そんな激動の生活の中でもほっとするような穏やかなひとときもあったそうだよ。龍馬が書いた手紙の中には、お龍との日常生活のことに触れられているものもある。お龍に宛てた手紙の中で、彼女と一緒に過ごす時間を楽しみにしていることを書いていたりするよ。二人の間には深い信頼と愛情があって、言霊の意味を知るには十分なエピソードじゃないかな。少し涙腺が緩んでしまいました。こうして歴史的な人物を一人の人として見るだけで感じ方が変わるんですね。過去の誰かの話じゃない、自分にも関係していることなんだって感動しちゃいました。私も未来に向けてもっとこの言霊を生かしたいです。坂本龍馬という偉人を身近に感じてくれたようで嬉しいよ。それでは次のセクションで私たちに活かせることを考えてみよう。ハミルさん、一緒にディスカッションできそうな内容を考えてみたよ。話したいことを選んでみてね。人間関係の大切さを学ぶ。困難な状況でも協力し合うこと。リーダーシップの発揮。変革への勇気を持つ。愛と共感を持つことの重要性。自分のビジョンを持つ。どうかな。困難な状況でも協力し合うことがいいです。学校でも感じるんですけど、問題があったりすると、人って自分のこと中心で考えちゃう癖があると思うんです。私はこう思うとか、私はこれが良かったとか、自分のことばかりで全然交わらないクラスの話し合いって結構多くて、でも龍馬とお龍さんは襲撃された最中でもお互いを思い合っていたんですよね。私もそういう大きな人になりたいです。確かに坂本龍馬とお龍のエピソードから学べることは多いね。その中でも特に困難な状況でも協力し合うことが重要だと感じるよ。学校生活でもお互いを思いやり協力することで困難を乗り越えることができるはずだよね。実は寺田屋事件の際、龍馬が襲撃された時にお龍は風呂に入っている最中に異変に気づいたんだって。そしてすぐに龍馬に知らせた。このおかげで龍馬は難を逃れたそうだよ。お龍の機転と勇気が龍馬の命を救ったこのエピソードは、
困難な状況でもお互いを思いやり協力することが大切であることを教えてくれるよね。龍馬の言霊から私たちが活かせることって、人の意見を尊重する、共通の目標を持つ、相手の立場に立って考える、乗り越えるための協力ってことになってくるんじゃないかな。話し合いの場ではお互いの意見を聞くことで新しい視点や解決策が見つかることがあるし、共通の目標を持つことで団結力が生まれるよね。相手の立場や気持ちを理解すれば意見が交わりやすくなり協力しやすくなるね。そして困難な状況に直面した時こそ協力の力が試される。ここを踏ん張って愛することができたら自分が救われることにつながっていく、そんな希望を持てる動画になったんじゃないかなって思うよ。私もとっても素敵な回になったと思います。坂本龍馬の凄さはもちろんなんですが、お龍さんをはじめ周囲の人の愛情があってこそなんだなって学べたのがとても嬉しかったです。他にも私たちが活かせることとして5つのアイデアがありました。皆さんはどう感じたか？ぜひコメント欄でお話しできたら嬉しいです。今日は勇気の出る話ありがとうございました。皆さん、ここまでご覧いただきありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。愛とは何か、どのように人を救う力となると考えますか？坂本龍馬の人を愛することで人は救われるという言霊を通じて、私たちは愛と協力の大切さを学びました。龍馬とお龍の絆や薩長同盟の成立、大政奉還の進言など、彼の生き方から多くのことを学ぶことができます。困難な状況でも互いを思いやり協力することで、私たちも大きな成果を得ることができるでしょう。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。